皆さんこんにちは。三上真史の趣味は園芸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さあ今年もやってまいりました。秋の里山ガーデンフェスタ2025を開催しております。10月19日まで開催中です。そしてこちらご覧ください。ここがウェルカムガーデンになっております。里山ガーデン来ていただいたらすぐにですね、まずウェルカムガーデンが皆様をお迎えします。で、ごめんなさい、今座っていて、今回ねこのベンチを設置してるんですよ。でここに座っていただいてフォトスポットになっております。まずこちらに座って皆さんお写真撮っていただけたらと思います。でウェルカムガーデン奥に行くと大花壇がございます。1ヘクタールの大花壇と植栽はですね連動するように秋色で植えております。で草花について詳しくは大花壇の方で皆様にご紹介したいと思うんですが、違いと言いますとご覧ください。そうハロウィンです。かぼちゃハロウィンのこういった飾りをこのウェルカムガーデンの方にはたくさんね置いてあるので、そのベンチだけじゃなくていろいろな場所でね写真撮っていただけたらと思います。フォトスポット満載です。これね今まで実はやっていなかったことでまた新たな試みとしていろいろな飾りを置かせていただいております。で中に入ってねこんな風にも楽しんでいただけます。でもともとこのウェルカムガーデンはたくさんの輪を作っていって皆さんが来ていただいて輪が広がるというイメージで作っております。かぼちゃもね輪じゃないですか丸ですから同じ円がね広がっていく形になっております。さあそしてもう美しいコスモスも咲いております。奥に今日も行きましょう。大花壇、それでは参りましょう。さあウェルカムガーデン横のですねこちら大花壇入り口というこういうねしっかりパネル立っております。こちらからこの空中回廊を渡っていくと大花壇に行くことができるんです。今日はですねぐっと気温が下がってちょっと秋めいた日になっております。ぴったりですね。両サイドにはこちらの里山のもともと植わっているですね森の木々がしっかりと緑豊かに育っております。さあ左手にはですね竹ですね。今年も元気いっぱい育っています。さあここでねちょっとワクワク感を高めていただいて今年はどんな景色かなという、さあここを渡るといよいよ見えてまいります。1ヘクタールの大花壇2025年秋はこのようになっております。ドドーン、いかがでしょうか。最高です。もうね毎年春秋はこの景色を見ないことには始まらないようなそんな感じですが、今年この秋のテーマはですねズバリ夕焼け色の丘でございます。すっかりね季節もちょっと秋めいてきた中ですね、色味がですね夕焼けの色をイメージしております。黄色オレンジから赤色ピンク色そして紫色にこうねだんだんと移り変わっていくようなそんなイメージで植え付けております。まだねこれからどんどん花が咲き進んで色味がねしっかり分かってきますので、何度もね会期中訪れていただいてその変化もね楽しんでいただけたらと思います。でもしっかりもう育ってますね。やっぱりこの夏暑かったです。暑かったです。成長早いですよね。ただ暑くてどうなるかというところ元気いっぱい育ってくれました。素晴らしい。ここから気温が下がってくれるので緩やかに成長が進んで色づきも良くなっていくという形ですね。さあそれでは近くで見ていきましょうか。こちらの階段を降りると間近に望むことができます。しっかり順路とね書かれておりますのでこの順で辿っていくとですね全体を見ていくことができます。今回ね高さがねしっかり出てるんですよ。やっぱりコスモスを中心に植えております。コスモスがぐーっとね至る所から上がってきてるの分かりますかね。この細い葉っぱがコスモスですね。間にはね背の高めのジニアが咲いております。いやーまた本当に景色が違いますね。春とはまた全然違う景色。ちなみに今年の春の様子は別の動画でもですね
あげておりますので、そちらも見てですね、この違いっていうのを、春と秋の花の違いをね、楽しんでいただけたらと思います。で、秋はこういったものですね。ペニセタムですね。いわゆる猫じゃらしのようなね、イネ科の植物ですけど、こういったものが秋らしいですよね。とってもアクセントになります。コスモスが次々と咲いていく形です。今まだね、つぼみが多いんですよ。でももうね、しっかり咲いているものもございます。次々咲いてくれますからね。今回もですね、およそ100品種15万本もの草花が一堂に共演しております。しかもほとんどがですね、横浜市内産の花で彩られていて、もう本当に素晴らしい、横浜は花の街だというのが分かります。カラフルですね。こうね、進んでいくと分かるんですが、景色が変わるんです。先ほどの入り口のところだといろいろな草花をこう一緒に植え込んでいたんですが、ここは同じ草花でなるべく集めているような形です。特徴的なのはこのコリウスですね。この葉の色かっこよくないですか？秋だからこそのカラーリーフがね、美しいというアクセントになっております。で、夏からその秋にかけてとっても元気に咲くのがこのサルビアもそうなんですね。夏の印象結構強いかと思いますが、秋もねしっかり咲き続けてくれます。サルビアというとこの赤がね印象的だと思いますが、いろんな色ありますからね。で、ちなみにサルビアってラテン語でサルビアっていう名前が来てるんですが、もともと意味が治療だとか健康って意味なんですよね。というのも学名でサルビアであって英名だとセージなんです。セージっていうとハーブの印象ですよね。実はサルビアとセージは、同じようにサルビアも全部セージっていう名前がついてるんですね。で、古くから薬用としてそうやって治療に使われていたので、そういったサルビアという名前、ラテン語の意味がついてるんですね。そしてジニアですね。百日草という和名がございます。今回ジニアもたくさんの種類が植わっております。背の低いタイプです。こちらは先ほど背の高いタイプもございましたが、いろいろなものがあります。もう本当によくね、田んぼの土手といいますか、そういったところでもジニアはよく咲いていたような、そんな懐かしい花でもあるんですが、なぜ百日草という和名がついているかというと、本当に夏から秋、もうなんなら春の遅くからですね、ずーっと長いこと100日間ぐらい次々咲いてくれるから百日草という名前がついているんです。で、そういったなんか100日とか長く咲くものってそういうのつけがちでこちら千日紅もそうなんですね。千日紅も千日紅って書きますが、和名面白いですね。名前がね、遊び心あります。これはですね、花がもう本当にドライフラワーみたいな花なんですよね。カサカサしてるんです。なのでそれこそ枯れたとしてもですね、花はもうこのまんまずっと残ってくれる、ドライフラワーにもぴったりなんです。千日紅色が色あせないから千日紅っていう名前がついている。このね、和名だからこその植物の遊び心、つけた方に出会いたいですね、当時いい名前思いついたぞってきっとね浮かんだんでしょうけど、名前は和名だけじゃなくて英名、学名もですね、全てやっぱり意味があって、その植物の何か特徴からついていることがあるので、ぜひね、そこの由来を知るとその植物のね意味が分かってきます。例えばあと他にも今回アンゲロニアが特徴的なんですが、アンゲロニアもねいっぱい植わってます。こちらもですし、こちらもですね。特にこの本当に夏暑かったです。これでもかってぐらいね暑かったですよね。この暑い夏に負けない頑張ってくれる花がアンゲロニア、今特に注目の花なんですが、ご覧いただいたようにちょっとねエンジェル感ありません？アンゲロニアって名前かっこいい名前ですが、アンゲロスっていうのがラテン語で天使って意味なんですよ。天使が舞っているかのような花なのでアンゲロニアという名前がついております。あとはちょっとパッと見ですね、金魚草にも近い花の形なんです。なので夏の金魚草ともいう異名を持っております。ご覧のようにコスモスがわーっと他の草花と共演しております。どんな花とも合うんですよね、コスモスって。葉っぱがこんな風に細いのですごくね相性いいんですよ。主張しすぎないというね、そこもポイントですが、で今回とにかくいろいろなコスモスが植わっていて、コスモスでも咲く時期って実は違うんですよ。こちら今咲いてますよね。でも横咲いてないですよね。そう、同じこのコスモスでも早く咲くものもあれば遅く咲くものもある。これ品種によって違うんですよ。でそういったものをたくさん植えていることによって、この期間中いつ来てもどれかコスモスが咲いていると
ずっと楽しめるように工夫されております。なんでね、ぜひ何度も来ていただきたいんです。で、歩いているとこの間近に見るとね、この景色の移り変わりが本当に楽しめます。そしてここ丸い場所で一度ここに立ち止まっていただいて、はい、360度花に包まれるこの贅沢な空間になっております。はい、こちらもですね、サルビアが植わってるんですよ。サルビアさっき赤でしたけども、こっち白ですね。はい、そして下にはジニアが黄色でね、色でちょっとね印象的な場所になっております。オレンジ、黄色と白でバッとね明るい景色です。はあ、美しい。で、こうですね、リズミカルに植えることによってまるでもともと植わっているかのようなですね、そしてなんか音楽を奏でるかのような、そんなイメージで植えられております。で、この花物だけじゃなくてアクセントに入れているものがこの唐辛子です。はい、観賞用唐辛子、食べる唐辛子と同じ唐辛子なんですが、こちら花も咲いてますね。はい、ナス科特有のこの花の形してますが、花が咲いて実がつきます。実がですね、こんな風にカラフルな美しい実、いろんな品種あります。観賞用唐辛子、こちらもですね、やっぱり秋は実りの秋ですから、だって夏ぐらいから出回ってくれますので、このね観賞用唐辛子お家でも植えていただくと一気に秋らしい景色になります。ハロウィン感もありますよね。で、今回も探しましょう。初めて来た皆様ぜひ探していただきたいのが、これ下見ていただくと、これ桜の花びら、今秋ですけどね、だってコスモスは秋桜ですからね。これ桜の花びら、コスモスの花びらにも見えますね。たくさん散りばめてあります。ここでね、こんなに桜になってます。探していくとハートがありました。ここハートの桜があるんです。そう、2027年はグリーンエキスポ開催でございます。もうすぐです。再来年ですよ。もう世界最大規模の花博、緑の博覧会がここ横浜で開催されます。そのキャラクターご存知ですか？脈々からトゥンクトゥンクです。トゥンクトゥンクはハートなんです。ハートです。もうね、以前からここずっとハートありましたが、実はトゥンクトゥンクずっといてくれたんですね。素晴らしい。この思いがトゥンクトゥンクとなってですね、つながっていきます。2027年楽しみですね。そこのね、盛り上げていく皆さんの気持ちも高めるために、ぜひこの里山ガーデンフェスタにお越しいただけましたら幸いです。ちなみに大花壇の中には他にもハートが隠されています。赤いこちらのハート型の草花、ペンタスでハートを彩っております。まさにトゥンクトゥンク。こちらもぜひね、来られた際には探してみてください。さあ、そしてですね、皆様もですね、お家でこう育てる時に草花の中に取り入れてほしいものが、秋といえばやっぱりこのミューレンベルギア、先ほどねペニセタムもありましたが、こう背の高いですね、わーっと茂ってくれる、そして模様としては線になるものを入れるとですね、他の草花がどちらかというと面になるので、この線が入ることで一気にアクセントになってくれるんです。ふわふわとなっているんですね。可愛らしく、そしてかっこいいですよね。シャープな印象、キレのある姿、そしてね、色づいてきてまた秋らしい景色を作ってくれるので、こちらの会場にもね、至る所に植わっていますので、そちらも見つけてみてくださいね。この辺たくさん咲いてますね。で、コスモスも、ザ・コスモスっていうのがこういった形ですね。はい、一年草、種からねどんどん生えてくれますので、皆さんもね育てやすいんで、ぜひ種植えてね毎年育ててほしいんですが、あとね、もう一つおすすめのコスモスが今回たくさん植わってます。キバナコスモスというタイプです。あれ、一見マリーゴールドなのかなっていう風にね見えるかもしれません。非常に似てるんですが、キバナコスモスはですね、コスモス同様メキシコが原産なんですね。マリーゴールドってどちらかというとそれよりまた上で、北アメリカの方が原産で違うんですね。で、コスモスの仲間でキバナコスモス、これがですね、ちょっとそちらご覧ください。ブワーっと黄色に咲いてます。あれ全部キバナコスモスです。ちょっとね、半八重タイプのキバナコスモスが多くて華やかですよね。で、他のコスモスよりもちょっと背丈が低めになりながら、コスモスとも相性抜群です。で、キバナコスモスがおすすめな理由が、とにかく強い強肩です。もうこれだけ酷暑でしたけども、この夏早めに咲いてくれるんですよ。
コスモスは秋になってから咲くものが多いんですけども、キバナコスモスはもう夏ぐらいから咲いてくれるものがほとんどで、長く咲いてくれて暑さに負けないので、キバナコスモス、しかもこれだけ明るく彩ってくれます。こっちもねわーっと咲いてます。そして彩り豊かな植物の中にシルバーがかったですね、こちらラムズイヤーなんですけどね、もうまさに羊の耳のようなモフモフとしたこの葉の食感が楽しめるですね、素敵な植物になっております。銀葉が入るとまたね明るくなるんですよね。なぜああいう風にシルバーがかってるかっていうと、あれ毛なんですよね。毛がたくさん生えていて光を反射してるっていうのもありますし、だから強すぎる光から身を守っているっていうこともあるんですね。みんなその理由を持ってその姿、色になっているっていうのがね面白いですね。さあ、そしてこちらちょっとご覧ください。里山ガーデンのお花や葉っぱを近くで見てみよう、花探しシートということで、今回僕また監修させていただきました。三貝正史監修となっております。里山ガーデン花探しシートがねこれ配布されております。こちらの里山ガーデン入った入り口のところで配布しておりますので、花探しシートでね今お伝えした植物、花がですねこうチェックできるようになっております。探してね、ぜひお子様も一緒に遊んでみてください。よろしくお願いいたします。どんな風なね違いだとかもちょっと書いてたりしますんでね、もしよかったらこの動画と一緒にね楽しんでいただけましたら幸いです。さあ、上まで登ってきました。こちらはもともとの森、里山の森と、さらに見下ろせば大花壇、そして奥には森でございます。まさに里山の絶景がすべて望める場所になっております。ビビッドな色の中に白色を入れてるんですね。これがねちょっとポイントです。全体をまとめてくれる効果がございます。ペンタスも入ってますね。こちらペンタスでサルビアのですね白も入っております。ここは虫の音がしっかり聞こえますね。いいですね。秋だようやく秋来ましたよ皆さん。もう存分に秋を感じられる場所になっております。ただ時々ねこの会期中も暑い日もあるかと思います。水分補給しっかり皆さんとってくださいね。さあ、ここでゴールになります。大花壇、実際はもっとねじっくりじっくり見ていただいたらと思います。はい、私三貝正史のおすすめポイントはここでございます。最後に振り返って全体を見渡せるこの場所ですね。ここもね写真おすすめのスポットです。のどかですね。というわけで今回は里山ガーデンフェスタ2025秋会場からお送りしました。いかがでしたでしょうか。本当にね心が洗われるほっこりする温かい景色になっておりますので、皆様のご来場お待ちしております。改めて10月19日まで開催しております。そして先ほど花探しシートもお伝えしましたが、いろいろと楽しめるものございまして、こちら来ていただくとですねこんな風なチラシもございます。これもね皆様ぜひね受け取っていただきたいんですが、この裏面見ていただくとスタンプラリーも開催中です。この会場内で全て集まるスタンプラリーになってまして、4箇所スタンプを押していただくと、なんとお隣動物園、横浜動物園ズーラシアが平日5割引きになります。しかもこの1枚で5名様まで5割引きなので、ご家族で来ていただいてこちらで楽しんだ後にズーラシアでも楽しんでいただける、もうこの場所で全体でですね1日楽しめる形になっております。ズーラシアもとっても楽しいんですよ。そしてですねこちら実はこの森の奥にはフォレストアドベンチャーもございます。冒険できるんです。フォレストアドベンチャー横浜、トレイルアドベンチャー横浜、こちらもスタンプを押していただければ、なんとこれは曜日に関わらず200円引き。素晴らしいですね。こちらはね1枚につき4名様まで200円引きになっております。どうしますか、どういうコースにしますか。ここ行ってフォレストアドベンチャーしてズーラシア、盛りだくさんです。計画を立ててね一日楽しんでいただけたらと思います。改めまして里山ガーデンフェスタ、こちら10月19日まで開催、皆様ご来場お待ちしております。もちろん入園無料でございますので、皆様ぜひ楽しんでいただけたらと思います。そして2027年にはグリーンエキスポ開催です。皆さん一緒に楽しんでいきましょう。以上、三貝正史の趣味は園芸チャンネルでした。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお待ちしております。ありがとうございました。
さあ始まりました、三上真史の冒険チャンネル in マレーシア。ついにスタートいたしました。説明しよう。このチャンネルではマレーシアをメインに様々なスポットやグルメ、プレシャス秘宝を探す冒険チャンネルである。よろしくお願いいたします。というわけで記念すべき第1回目はマレーシア最大のパワースポットバトゥー洞窟にやってきました。いやーワクワクしますね。それでは早速三上真史の冒険チャンネルスタート。そしてメンバーシップも開設中です。月1回のライブ配信など皆様と一緒に楽しんでいけたらと思っております。概要欄に詳しく載せてありますので、そちらもよろしければぜひチェックしてみてください。チャンネルの応援本当にありがとうございます。